こんにちは。本日ですね、こちらのコッタさんのレシピで見つけました。なんとこの可愛いパンがスライスチーズとそしてパウンド型でできるっていうことで、これは作ってみなきゃということで作り方調べておりましたら、なんとですね、材料スライスチーズ15枚使うということで、多すぎん15枚と思って、もうそれってさ、どっちが本体か分からへんよね。チーズが本体みたいなさ、実はメガネが本体やったみたいな、チーズが本体ですかみたいなそんな感じやんって思ったんですけれども、ちょっとですね、本日妥協しましてですね、家にあるチーズで食パンということでやってまいりたいと思います。なんとかお家にあるチーズでできませんかということでかき集めた結果ですね少なちょっとだけ残ってるクリームチーズ、そして泥2枚しかないスライスチーズこれでもあれやからな、全部入ってても13枚ですからね、2枚だけのスライスチーズと、それを補うためにですね、このピザチーズはねたくさんありました。冷凍してたので、これの3種類とその他の材料でなんとかですね作ってみたいと思います。で、型はこちらですね、セリアのパウンド型。今日は2個分作りたいと思います。ちなみにですね、最初紹介しておりましたコッタさんのレシピ概要欄に貼ってありますけれども、1個あたりのパウンド型で15枚のスライスチーズということで、だから2個分だと30枚ですね。なかなか私まだ受け止めきられへんねんけどその量をなかなか受け止めきられへんねんけど、なかなかねたくさん量が入ってますよね。でね、今日は私クリームチーズをちょっと入れてみたくてですね、クリームチーズとあとお惣菜っぽいチーズですね、あれを一緒に入れた時にどんな味になるのかしらとね、なんかそれがちょっと気になってやってみようかなと思った次第でございますね。ではパン生地コースで発酵させまして、生地が出来上がりました。でね、私ちょっとこの生地作りに関してすごく思うところがありまして、どれぐらいのドライイーストを生地に対して入れればいいのかなっていう話ありますよね。で、一応今日はね、多くもなく少なくもなくっていう感じだと思うんだけど、イーストが多いと先生たちってやっぱり怒るよねなんかねそんなのでは美味しいパンはできません、イーストの香りが残ってしまいますとか、本来の小麦のうまみは引き出せませんみたいな、ただ膨らんでいるだけですみたいなね、すごく怒られますよね。で、理屈はこちらも分かっていますだけど私が実際やってみて思ったのが、少々多めに入れても美味しかったんですよね。で、ハードパンはね、フランスパンみたいな、あれはねちょっと多めに入れるとあんまり美味しくなかったことがありました。ただこういう今作ってるようなパン、卵やら牛乳やら入れてね、もうチーズも今山盛り入れてますけれども、こういうパンに関しては少々多くても全然美味しくできたんですね。今日のはどうかわからへんけど、なんなら前回作ったマーブル食パンとかね、チーズあれやね、ピザチーズは中に入れた方が良かったですね、四つ折りの前にね。で美味しくできたんですよ。で思
のはね、別にイーストの量なんて自分が思う量入れたらいいじゃないっていう話はもちろんないけど、パン作りに関してね、急になんかジャッジ厳しないなんかさ、言ってる意味わかるなんか急にさ、細かい指摘入ってくるやん。他の料理でね、そんなことってある？なんか他の料理とパンって何が違うん？一緒じゃない米炊くのとパン焼くのって一緒じゃない？別に。それをなんか急にものすごくなんかさ、プロみたいな人とかセミプロみたいな人出てきてさ、難しい感じでさ、言うやん。それが正解みたいな感じで。で、正解かどうかで言うと多分正解なんやと思うねん。だから今こんなに世の中に美味しいパン溢れてると思うねんけど、誰しもがそのクオリティで作ろうと思っていないっていうこともちょっとで、今日は言っとこうか。誰に言ってんのって話やけど。でもなんか私と同じようにできました。はい。感じてる人もいるんじゃないのかなというところで、どうこのごちゃごちゃ言いながら、文句言いながら作ったこのチーズのパンどうですか？これでね、マーブルになってくれてたらいいんやけどね。溢れ出てきたチーズはちょっと上に乗せましたね。で、牛乳塗りまして焼いていこうと思います。このね、皆さん家のオーブンがどんなんか分からへんけど、横に置く方がなんかいい気がしました。さてさて、どうなりましたでしょうかと。とりあえずですね、いい香りしております。横がね、やっぱりちょっと焼けないんだけど、上下はしっかり焼けてますね。で、中身切ってまいりました。なんていうの、渦巻きみたいなさ、綺麗なマーブルには全然なってないねんけど、美味しそうですね、チーズね。あんなにごちゃごちゃ言って作ったけどいい感じにできてますよ。じゃあちょっといただきます。美味しいです。クリームチーズ今日入れたやんか。あれ結構大きな分かれ目かもしれないですね。クリームチーズが入ってることによってお菓子寄りの味にもなるし、なんていうのかな、蜂蜜とかかけても美味しいようなね、そういうお菓子寄りの味にもなるし、ベーコンとかハムとかちょっとなんか塩気があるやつが来ても美味しい気がしますね。なんかすごい発見っていう感じで、すっごく美味しくできました。見た目はね、どうなんだろう。私はね、結構チーズのねワイルドな感じが好きだけど、コッタさんのね一番最初に作りたいって思ったマーブル食パンみたいな感じもね可愛いから、お好みでっていう感じですけれども、今日はお家にあるチーズかき集めてみまして、家にあるチーズで食パン作ってみましたが、いかがだったでしょうか。ここまでご視聴いただいた皆さん、しょうもない話をいつも聞いていただいて本当にありがとうございます。また見てね。バイバーイ。